2011年3月、韓国ソウルで始まった物語だ。2026年4月24日、ソウル高等裁判所の廊下に、一人の女性が立っていた。髪には白いものが混じり、目の下には深い影がある。それでも彼女の目は、静かに光っていた。無罪、裁判長の声が法廷に響いた瞬間、傍聴席からすすり泣く声が上がった。女性はその場に崩れ落ちた。支えた弁護士も、肩を震わせていた。15年間、彼女が失った時間は、誰にも返せない。あの夜、夫が死んだ。彼女は第一発見者だった。しかし警察はそれを、殺人者の告白として受け取った。結婚の証拠があった。鑑定書があった。法廷は証拠を信じ、彼女の言葉を信じなかった。私はやっていない。何度叫んでも、誰も聞かなかった。判決は懲役15年。その日から彼女の人生は、塀の内側に閉じ込められた。血が流れた。科学が変わった。2026年、法医学 AI が当時の証拠を再分析した。血液型が一致しなかった。鑑定は操作されていた。真犯人は今もどこかで自由に生きている。この無罪の涙がどこから始まったのか、全てを理解するには、あの事件が起きる前の日常に戻らなければならない。彼女にも普通の毎日があった。夫とのありふれた暮らしがあった。その平和な日常の中に悲劇の種は静かに芽吹いていた。彼女の名前はイ・ジョン。1978年、韓国のソウル郊外で生まれた。幼い頃から彼女は穏やかな性格だった。怒ることも少なく、いつも誰かのそばで静かに笑っていた。近所の人たちは口を揃えていった。あの子は優しすぎるくらい優しい。と、成人してからは、ソウル市内の小さな花屋で働いた。朝早く市場で花を仕入れ、丁寧に水を与え、店先に並べる。その繰り返しが、彼女の一日だった。慌ただしくも、暖かな日々だった。夫のパク・スンヒョンと出会ったのは、2003年のことだ。共通の友人の集まりで、二人は初めて言葉を交わした。彼は口数が少なく、どこか不器用な男だった。しかし、その誠実さがジョンの心を動かした。二人は2005年に結婚した。ソウルの小さなアパートで、新しい生活が始まった。裕福ではなかった。それでも、二人には十分だった。休日には近くの公園を散歩した。鍋料理を一緒に作り、テレビの前で笑い合った。子供の話も少しずつするようになっていた。女の子がいいな、と、ジョンはよく言っていた。しかし、結婚生活が続く中で、少しずつ影が差し始めた。夫の帰りが遅くなった。言葉数が減った。ジョンは気づいていた。何かが、ゆっくりと変わっていることに。それでも彼女は耐えた。この家庭を守りたかったから。この平凡な幸せを手放したくなかったから。だが、2011年の秋、その平和は突然終わりを告げる判決が確定した日、彼女は静かに目を閉じた。涙も出なかった。怒りすらもう残っていなかった。15年、その数字が彼女の人生に刻まれた。収監されたのは、夫を失った悲しみも言えないままの頃だった。愛する人を亡くし、そして自由まで奪われた。誰もが彼女を殺した女と呼んだ。刑務所の壁は冷たかった。夜は長く孤独だった。同じ棒の女たちは彼女に近づこうとしなかった。夫を殺した女と同じ空気を吸いたくなかったのだろう。最初の1年は何度も消えたいと思った。弁護士の言葉も上訴の結果も全てが絶望に変わっていった。世界全体が自分に背を向けているようだった。それでも彼女が生き続けた理由が一つあった。娘だ。事件当時、まだ幼かった娘が施設に預けられていた。面会は年に数回だけ許された。ガラス越しに見る娘の顔が少しずつ変わっていく。その成長を見届けることだけが彼女をつなぎ止めていた。お母さんは絶対に帰る。その言葉を何千回も心の中で繰り返した。血が経つほど外の世界は遠くなった。2026年には娘はもう大人になっていた。彼女自身も若さを刑務所の中に置いてきた。しかし彼女は諦めなかった。諦めなかったのは彼女だけではなかった。
外の世界で彼女の無実を信じ続けた人たちがいた。その人たちがやがて扉を開けることになる。外の世界で彼女を信じ続けた人たちがいた。まず立ち上がったのは彼女の母親だった。70を超えた体で法律事務所を訪ね歩いた。娘は殺していないと何度も訴えた。門前払いされても足を止めなかった。娘のために署名を集め始めた。近所の人に頭を下げ市場で声をかけた。最初は誰も振り向かなかった。それでも彼女は続けた。やがて一人の弁護士が名乗り出た。若い女性弁護士だった。彼女はこの事件の記録を読み眠れなくなったという。これはおかしい。その直感が彼女を動かした。弁護士は無償で再審請求の準備を始めた。古い証拠を掘り起こし当時の法廷記録を読み直した。結婚鑑定の報告書に不自然な点を見つけた。しかし当時の技術では証明できなかった。そこに手を差し伸べたのが市民団体だった。冤罪被害者を支援する小さな団体だった。資金も人員も決して多くはなかった。それでも声を上げ続けた。彼女の事件を SNS で発信した。記事を書いた。集会を開いた。2026年その活動が一つの扉を開けた。法医学 AI の研究チームがこの事件に注目したのだ。15年前の証拠を最新技術で再分析する。その提案がついに動き出した。諦めなかった人たちが積み上げた月日が今新しい証拠へとつながろうとしていた。無罪。その2文字が確定した瞬間彼女は泣かなかった。ただ静かに目を閉じた。2026年4月ジョンは15年ぶりに外の空気を吸った。春の風だった。しかしその風は彼女が知っていた春とはどこか違っていた。釈放の日出迎えた人間はほとんどいなかった。家族はすでに離れ散り友人たちはとっくに別の人生を歩んでいた。彼女が失った15年間世界は止まらなかった。保証金の話が出たのは釈放から3ヶ月後のことだ。国家賠償の手続きは始まったが金額の交渉は難航した。15年という歳月に果たして値段などつけられるのだろうか。彼女が最も苦しんだのは夜だった。自由になってもなお夢の中では独房に戻った。扉が閉まる音が聞こえた。目が覚めるたびに自分がどこにいるのかを確認しなければならなかった。これがトラウマというものだと支援団体のカウンセラーは静かに教えてくれた。変わったことがある。変わらなかったこともある。社会は再審無罪を正義の勝利として報じた。しかし彼女にとってそれは終わりではなく別の苦しみの始まりだった。失われた時間は戻らない。夫を殺したと信じ続けた人々の目もすぐには変わらない。それでも彼女は前を向こうとしていた。小さなアパートで一人で食事を作る。窓から光が差し込む。その光をただじっと見つめる。無罪とは人生を取り戻すスタートラインに過ぎなかった。この事件が残した問いは彼女一人のものではない。次のエピローグで私たちはその問いと最後まで向き合う。